One, two, three. そう。パリパリしてる。私の答えに忘れないでね。絶対忘れません。Hey guys and gals on Ask Japanese, it's Kathy Cat. I am very hungry. We are in Asakusa. It's time to get some good sushi. On that note, I have come to Umemori Sushi School. Let's see what it takes to become a sushi master. Let's go! Umemori Sushi School is located in Asakusa, just a few minutes walk from the famous Sensoji Temple. おー、こんにちは。おー、めっちゃ元気。どうぞどうぞこちらへどうぞ。あれなんか自分の名前も書いてありますね。これよくやってくれるんですか。はい。キャッチーさんにどうぞ。こちらです。めっちゃ元気。まず手洗ってください。はい。はい、wash your hand please first. Okay, let's wash your hands. いらっしゃいませ。Okay, my hands are super clean. What's next? Super good. So next one is you gotta take Japanese costume called Happy. Yay! Yes, I know from Japanese festivals as well. Yeah. Have you ever wear it? I have, but not on this channel, so you're gonna see me transform now. Okay, right. I already feel ready for this. I feel already one step closer to becoming a sushi master. Please tell me your name. Hello everyone. My name is Yoshi. Please call me Yoshi. I am sushi master. Okay, Yoshi, let's do it together. How many sushi are we gonna make today? We're gonna make 8 pieces. それでは早速お寿司作っていきたいと思います。イエーイ！テンション高い。はい、本日は梅森寿司学校ご入学おめでとうございます。ありがとうございます。ここはお寿司の学校ですので、一つ目標を持ってもらいたいと思います。はい、それはお寿司作りを楽しむこと。了解。3ポイントを説明します。一つ目は今日はお家に帰って作れるように正しいお寿司の作り方を覚えて帰ってもらいます。OK。で2つ目は今日は一緒に作るので先生より先にどんどん作ったり食べないでください。That's the hardest one. Okay. OK。で3つ目がお寿司屋さんの掛け声で「らっしゃい」っていう掛け声があります。らっしゃい。らっしゃい。らっしゃいはいらっしゃいませの短いバージョン。握ります。OK。でいきます。ワン、ツー、スリー、らっしゃい。Very good. 始まるよ。ちょっとなんですかこれ。シャリバナール。シャリバナール。ご飯をベトベトしてるくっつくのでこれをつけるとあまりくっつかない。本当にお寿司専用の油。お寿司そうですね。シャリバナール。すごい。こういうのあるんですね日本。さすが。さすがです。寿司ライスを作っていきたいと思います。シャリ。シャリってます。シャリ。ちょっとお酢を入れてもらって、切るようにこう混ぜて、もう一人がヘルプでこう冷ましていきます。っていうのを2人でやってもらいたいと思います。OK。セットアップ。お、OK。OK。ガチャ。OK。で、ちょっと出来たてのお米なので握る時には熱々だから握れないのでだいたい20分から30分ぐらい寝かして冷めてから握れます。 Let's Enjoy! Okay, right hand で、はい、シャリをギュッと Get a little bit ちょっと取ってください。 20g になるように、はい、置いてみてください。Oh! Too much ですね。 Too much! で、19、21、OK。 Oh! Perfect! イエーイ Check it out! で、20いけたら、
次これエッグシェイプします。右手でエッグシェイプ。very soft に。don't grip too strong。Okay. very レフトハンドで次でマグロ。Okay. いきますよ。はい、マグロにサイドウェイです。うわ、冷たい。で次この右手の人差し指わさびを少なめでもいいですか？少なめでもはい as much as you want で Okay. でここにネタにオン。おお、上手ですか？上手です。ちよかったょうどいいと思います。シャリをネタにオンしてください。オンそう OK。 Upside down sushi。この親指とこの中指ネタをシェイプしていきます。1 2 3 1 2 3。そう OK ですか？じゃあいきますよ。ピースサインで1 2 3らっしゃい。どうですか？うわー I never seen before. This is very nice. It's very unique. Unique. では置いてください。はい次。じゃあはい、じゃあ持ってください。パリパリしてる。怖いよはい、OK。素晴らしい、ワンダフォーです。はい、キュッキュッ。シェイピングして、ワン、ツー、スリー、らっしゃい。すごい大きい。すごい。うわ、めっちゃ美味しそう。匂いが最高。いい匂いしますよね。いい匂いしてますよ。卵のいただきます。いただきます。イエーイ。ごちそうさまでした。じゃあ今日すごいいいお寿司を作っていただいたので、終了証書を渡したいと思います。終了証書。あなたのメモリー学校において技術体験を通じ僕のことを学ばれました。その過程を終了しメモリー握り寿司マスターとなったことをここに証します。ありがとうございます。取っちゃった。じゃじゃーん。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。このたびに私のこと演技忘れないでね。絶対忘れません。ありがとうございます。お疲れ様です。Right now I'm here with two sushi teachers and I want to find out more. So, let's start. 一番寿司のことに一番気にしてるところとか気を使ってるところとかは何ですか？清潔にクリーンに安全にやるっていうのが一番。やっぱ外国の方なんでこんなにいっぱいアルコールすんのみたいなリアクションなんですけど、やっぱそこは日本の食文化をしっかり丁寧に伝えるっていう意味でも安全にやってもらうっていうのが大事かなと思ってやってます。一番みんなが失敗しちゃうフェイルのところは大体何ですか？このシャリの量を
ぱい取れすぎちゃったりとか、あとはわさびいっぱいつけちゃってでここの学校で習ってきて自分のお店開くのもちょっと早いかな私は。そうですねやっぱりプロになるまでにはやっぱ下積みで多分5年10年ぐらいしっかり職人になってもらわないといけないと思うので、本当にクッキングクラスみたいな形でお家で作れるコースと本当に職人を育てるコースっていう2つがあります。今は寿司で生魚で作ってたんですけど、それを食べれない人とかなんか向けになんか海外向けなんかやってますか？そうですね、今2つあって、1つはもうそのまま焼いちゃうっていう、生魚食べれないから焼いてくださいってお客さんには焼いてあげたいとか、あとそもそもお魚が食べれない人にはベジタリアンとかネタをリクエスト聞いて変えてあげるっていうサービスをしてます。この間もインドのお客さんとかもみんなベジタリアンのお寿司作って楽しんでやってもらったので全然 OK です。ベジタリアン、ヴィーガン以外にもなんか特別に対応してますか？そうですね、ムスリムフレンドリーっていうので対応してます。お魚とかは OK なんですけど、アルコールとか豚肉の成分とか入ってるものを一切なくしたものを提供してます。アルコールは消毒のみ。消毒もたまにNG 出ると、じゃあ消毒なしでしっかり洗ってもらってっていうこともあるんですけど、なんかもうそれすごい稀なケースですね。じゃあ海外の方は多いと思いますので、なんかカルチャーショック感じた瞬間ありますか？うちおうどん用に唐辛子とか用意してるんですけど、辛いものないって言われて、唐辛子ならありますよって言って何に使うのかなと思ったらお寿司にバーってかけて食べてる人とかいましたね。それは本当にびっくりしました。And the other questions are now from our Ask Japanese members. So let's go and find out. 日本の寿司とアメリカの寿司がなんか違いがあるって聞いたんですけど、本当ですか？アメリカに行った時に思ったのはやっぱ巻きが多いとか、カリフォルニアロールとかちょっと加工したもの、生でそのまま食べるお寿司っていうより結構マヨネーズベースだったりとか、なんか味がすごくアレンジしてるやつが多いなと思いましたね。やっぱ伝統のお寿司はお寿司で、やっぱその日本の伝統の中でも江戸前寿司とか関西のお寿司とか、いろんなお寿司のカルチャーがあるんで、それも進化していったので、それが進化した結果海外で作ってるお寿司もある意味お寿司かなと思うのでいいと思いますね。寿司作るときに一番難しい寿司とかありますか？飾り巻きとか、巻き寿司の中でもこう切ったらすごい綺麗な飾りになってるお寿司とかはすごい手が込んでるお寿司かなと。あとはそこまで難しくないですけど、今日ちょっと新しく試作してるお寿司があるのでちょっと見せたいんですけど、こういうのはちょっと割と手が込んでるかなと思います。これって何ですか？これは手まり寿司といなり寿司になります。ちょっと和菓子っぽかったりすごい春っぽくて可愛いお寿司になるんですけど、今試作してて新しいコースに取り入れようかなと思ってます。映えますね。そう、もう写真で映えて女の子が可愛いと思う寿司をちょっと作りたいなと思って。じゃあこの学校のコンセプトは？やっぱり年齢関係なく男女ともに世界の人、いろんな国の人が楽しめるお寿司作りっていうのがコンセプトなので、本当にいろんなメニューがあったりとか食文化が違う国の人でも楽しめるっていうのが一番ですね。じゃあ動画を見てやっぱ気になった人がいると思いますので、どうやってここに参加することができますか？予約方法ですね。予約方法は、お寿司の、梅森寿司スクールのウェブサイトに直接予約ができるので、ウェブサイトを探してもらったらいけると思います。あとは Facebook と Instagram からも予約サイト貼ってあるので見てもらったらいけると思います。じゃあありがとうございました。ありがとうございありがとうございました。めっちゃいい経験だったです。素晴らしかったです。しかも美味しかった。やった